こんにちは。シスコでエンジニアをしております。ミノーラです。今回は無線 LAN における MAV の動作を解説します。有線 LAN の MAV と同様に ICE に転送されるラディウスのアクセスリクエストにはエンドポイントが無線 LAN の MAV で接続してきていることを示す情報が格納されます。無線 LAN の MAV の場合、サービスタイプアトリビュートバリューにはコールチェック、ナスポートタイプアトリビュートバリューにはワイヤレス 802.11 が格納されます。では、今から実機を用いて無線 LAN の MAV の動作を見てみます。今回、無線 LAN コントローラーには、カタリスト9800を使用しています。オーセンティケーションポリシーの MAV 用のルールのコンディションには、無線 LAN の MAV であることを示すワイヤレス MAV が設定されています。ワイヤレス MAV の条件は、サービスタイプアトリビュートバリューがコールチェック、ナスポートタイプアトリビュートバリューがワイヤレス 802.11 であることが確認できます。カタリスト9800側では、まず、ラディウスサーバーを定義します。そして、定義したラディウスサーバーを使用して、ネットワーク用のオーサライゼーションリストを定義します。オーセンティケーションリストではない点に注意してください。最後に、ワイヤレス LAN プロファイルにネットワーク用のオーサライゼーションリストを関連付けます。セキュリティタブをクリックし、レイヤー2タブ配下で None を指定します。そして Mac フィルタリングをチェックし、オーサライゼーションリストに先ほど定義したネットワーク用のオーサライゼーションリストを指定します。では、エンドポイントで SSID にアクセスし、MAV を実施します。カタリスト9800側で Show ワイヤレスクライアント Mac アドレスコマンドを実行します。MAV 認証が成功していることが確認できます。ICE 側のライブログでも MAV 認証が成功していることが確認できます。では、カタリスト9800が ICE に送信したラディウスのアクセスリクエストのパケットキャプチャーを見てみます。アクセスリクエストのサービスタイプアトリビュートバリューにはコールチェック、ナスポートタイプアトリビュートバリューにはワイヤレス 802.11、すなわち無線 LAN の MAV であることを示す情報が格納されていることが確認できます。最後、まとめになります。無線 LAN の MAV では、ラディウスのアクセスリクエストのサービスタイプアトリビュートバリューにはコールチェック、ナスポートタイプアトリビュートバリューにはワイヤレス 802.11 が格納されます。今後も .1x 関連の動画が続きますので、興味のある方はチャンネル登録のほどよろしくお願いします。